さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、サラダ油を一切使わない台湾カステラ、こちらにチャレンジしてみました。ぜひですね、ご家庭で簡単に作れるので見てください。では、やっていきましょう。お願いします。はい、じゃあ材料を紹介していきます。これ全卵ですね。卵と、薄力粉、あときび糖です。あと生クリームと、ホワイトチョコレート、これで作っていきます。はい、じゃあまずボウルの中にホワイトチョコレートですね。ホワイトチョコレートと、生クリーム、これを全部入れます。で、このホワイトチョコレートと生クリームの油分ですね。これが入ることによってサラダ油を一切使わずにふわふわでしっとりとした生地が作れます。なのでここすごい大事です。で、ここにラップをして600ワットでチョコレートが溶けるまで温めたいと思います。はい、次材料の薄力粉ですね。これ必ずふるってください。中にダマだったりゴミも入ってるかもしれないので、ここで必ず1回はふるってください。複数混ぜる場合は 2,3 回ふるんですけど、今回1種類なんで1回確実にふるいます。はい、この後卵ですね。卵黄と、こっち側が卵黄ですね。大きい方に卵白を入れてます。で、こっち大きいのはこの後砂糖入れてメレンゲにするのでちょっと大きくしています。じゃあこれ割っていきます。はい、これ生クリームとチョコレートですね。今チンしたんですけど、チョコレートが完全に溶けている状態です。で、結構熱いです。今あったかい状態で、チョコレートをしっかり混ぜて溶かしたら、これ結構ポイントで、ここに、粉ですね。今ふるっておいた粉をこれを一気に加えちゃいます。で、混ぜる。で、熱々の状態に粉を加えて混ぜるんで、ちょっと粘りが出るんですよ。で、この粘りが生地をすごい綺麗に膨らむんですけど、崩れないで焼き上がるポイントです。なのでここでしっかりあったかい状態の液体にこうやって粉を入れて混ぜてください。混ぜすぎとかないんで気にせず、こうやってしっかり混ぜちゃって大丈夫です。こんなドロッとした状態。そしたらここに、卵黄を全部一気に入れちゃいます。まだですね、ほんのりちょっとあったかい状態です。これも混ぜすぎとかないのでしっかり混ぜてください。今こんなとろっとした状態です。あとは残りのメレンゲを立てて混ぜていきます。はい、じゃあ次はこれ卵白に、お砂糖ですね。きび糖を全部一気に加えてしまいます。よく3回に分けてとかいろいろあるんですけど、安定しないので必ず最初から全部入れて泡立てていってください。じゃあこれで泡立てます。はい、立ち上がりました。今こんな感じ。動かない。ひっくり返しても動かないんですけど、もうこれ以上ね多分立たないんですけど、ちょっと先がこうちょっと柔らかいような、折れるぐらいがベストだと思います。これぐらいまでしっかり立ててください。はい、じゃあこれメレンゲと、これさっき混ぜた粉と卵黄と生クリームとチョコですね。これを混ぜます。で、こっち見てもらうと分かるんですけど、もう全然軽い状態なので、こっちの一部をこっちに、これねどんな量でも失敗しないです。もう適当にこう入れてもらって混ぜます。ゴムベラじゃなくてももうガチャガチャ混ぜちゃって大丈夫です。今これとこれの硬さを近づけたいんですね。これ混ざりました。そしたらボウルこっちの方が大きいんで、これをこいつをこっちに入れちゃいます。はい、今これただ入れた状態です。で、これをしっかり混ぜ合わせていきたいと思います。これいつものゴムベラの曲がってるところを使ってこうやって混ぜていきます。これ今混ぜてるんですけど、これ今まだこんな状態。こんな状態っていうのはこの生地が消えていく感じを見てほしいんですけど、もっとね全然混ぜて大丈夫です。混ぜすぎたら失敗するとかないんで、必ずもうしっかり混ぜてください。少しでもこうマーブル状があったらダメなんで、
メレンゲとさっきの卵黄が、しっかり混ざるように混ぜて大丈夫です。はい、これ混ざってきたらちょっとね、生地にツヤが出てくるんですけど、今このぐらいサラサラな、ちょっと残るぐらいですね。もっと混ぜてもいいんですけど、結構しっかり混ぜた方が上がこうバカって割れたりしないんで、しっかり混ぜちゃった方がいいです。生地にほらツヤがある状態です。これで型に流していきたいと思います。はい、今日焼く型なんですけど、これ21センチ角のこういう四角い型です。これ底が一応取れるんですけど、これね取れなくても全然大丈夫です。サイズはちょっと大きいのしか持ってなくて、これ21です。でこのタイミングでオーブンは170度に予熱してください。焼くのは160度で湯煎で焼きます。これ直接入れるとここに水入っていっちゃうんで、トレーに何でもいいですけどバットを置いて底上げしてます。でこれ乗せてここにお湯を張ろうかなと思ってます。それで焼いていきます。じゃあちょっとこれ流していきますね。はい、今これ流したんですけど、ちょっとまだ粗い気泡、ちょっとこう上にプツプツしてるんで、竹串でちょっとこうやって混ぜてあげます。そうすると大きい気泡がなくなって表面ツヤっと綺麗に焼き上がるんで、ちょっとめんどくさいんですけど、こうやってくる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 3周ぐらいかな、こうやってしてあげてください。そうすると表面が結構綺麗に焼けると思います。はい、これで湯煎焼きしていきます。はい、焼き上がりました。いい感じです。さあ、最後までありがとうございます。ちょっとね、食べてみたいと思います。すげえふわふわです。まだふわふわ。これ多分生クリーム入ってるから、めちゃくちゃふわふわですよ。まだこれ冷めても全然ふわふわ。いい感じです。ちょっとポイントのおさらいですね。サラダ油、僕入れなかったんですけど、サラダ油の代わりに、ホワイトチョコレートですね。ホワイトチョコレートの材料を分解してみると、カカオバターっていう油と乳分があるんで、それを使ってこのふわふわの、台湾カステラちょっとチャレンジしてみました。皆さんもご家庭で簡単に多分ですね、失敗せず綺麗に作れると思います。一番のポイントは温めた液体に粉を加えてしっかり練ることですね。そうすると小麦粉がグルテンっていうのが発生してしっかりバチッて立ち上がる生地になります。これをやれば絶対失敗しないので皆さんやってみてください。最後までありがとうございます。チャンネル登録、コメントぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。